仕事が終わってすぐに晩ご飯を簡単に作るとしたら、この天津飯は最適なレシピの一つです。ご飯さえ炊いておけば10分でできる簡単な料理。以前紹介したレシピは6人前でしたが、今日は目分量で1人前の天津飯を作ってみましょう。だいたいいい加減でも美味しくできるものです。今日は天津飯を作っていきます。材料あり合わせのもので作りますので、ないものもあります。今日は一人暮らしの一人前の天津飯を作りますね。2年ぐらい前にこのレシピを上げてますので、ぜひ昔のレシピもご覧になってください。じゃあ、作っていきます。まずあんを作りますね。お鍋の中に、コップ約半分 100cc ぐらい水入れて、1人前だからちょっとだけ作りますね。塩も適当。ちょっとだけ。醤油。みりん。チキンパウダーがなかったのでもう仕方がないですけど、だしの素を代わりに入れます。これも適当。これを火にかけます。火をつけて沸かします。はい、沸いてきましたら片栗粉を少し水で溶いて入れてきます。はい、ここに胡椒、白胡椒を使いますね。最後にごま油入れて完成です。火止めます。これ78円で買ってきました。スーパーで安売りしてたカニカマですね。これを半分も使わなくていいんだろうけども、贅沢に今日は使いましょう。半分いかなくていいか。4本ぐらい使いましょう。10本入ってる人は4割使いますから、約税金で税込みでも40円ぐらい。はい。税込みでも40円ぐらい。はい、これ適当にもう、これだけでほぐれます。OK。はい、ご飯炊けてます。はい、シャリ切りします。お椀にご飯を入れて型取りしますね。はい、お皿にフライパンに火をつけて卵を2個割り入れて溶きます。で、ここにほぐしたカニカマ入れます。じゃあごま油をして
油をよく回します。溶いた卵、カニカマ入り入れてきます。はい、だいたいこんなとこでいいでしょう。乗っけます。そしてあんをかけます。そしてネギがないのでもうパセリでごまかします。はい、天津飯完成です。食べてるところ撮れてませんでした。試食食べます。もう天津飯飲み物かっていうぐらい美味しいです。半分ぐらいもう食べちゃいましたけど最高。あんによく絡めて食べてください。これでカニカマが40円分、卵が多分2個でも30円ぐらいで、ご飯とかその他の調味料で合わせても100円しないで1食分作れちゃいます。ぜひ作ってみてください。では古今東西の様々なレシピを紹介する昭和レシピチャンネル。ぜひチャンネル登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。ただいま岩手県の久慈から発信しています。ではまたお会いいたしましょう。Nos vemos。チャオチャオ。